はい、どうもこんにちは、こんばんは、カズです。ですね、先日ですね、キーンベック病、これもう難病指定されている病気なんですけども、非常に珍しい病気で、手のですね、この月状骨って骨があるんですね。で、ここにピーンピーンってこうやって骨が5本出てるじゃないですか。で、指につながっていく。この真ん中にポン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 って骨があって、その真ん中にですね、月状骨って骨があるんですけども、そこの骨が壊死をして、握力であったり、手首を傾けることができなかったり、地面に手をつくことができなかったりっていう病気なんですね。で、前回そのキーンベック病を発症して、1年間気づいてもらえなくて、やっと病名が分かって即手術になって、手術後ですね、どういった形でリハビリをしたかっていうのを今回のこのパート2で、お話しできればと思います。キーンベック病はですね、やっぱりこのリハビリを、これ本当にこれ大事だと僕思ってるんですけども、どういうリハビリをするかによって、将来的にこの稼働するですね、位置変わってくると思うんですよ。で、僕はこの右手がですね、この手術をブワーってこれ切って、で、手のひらをズバーンと切ってですね、スポッとこのつなげて、よくわかんないですけど、ここに隙間を作るんですよね。で、その月状骨を、骨流を、この骨にですね、血流を流して、促していくという手術を受けたんですね。で、こうやって今、ようやく、こっちはですね、手術してない手なんですね。見てください。こんだけ違うんですよ。傾けると、こっちはもう指も伸びないです。こういう感じですね。これですね、もともとはもう本当にこのぐらいだったり、このぐらいだったりしたんですよ。やっとここまで行くようになりましてね。これですね、こうもできなかったんですよね。こういう状態。こういう状態。で、これがこうになって、可動域がこうやって、元通りに近いぐらいまで行くようになったと。もちろん比べると若干違うんですけども、これですね、どういうリハビリがすればいいかっていうのを、これは絶対お話しできればと思うんですけど、やっぱ最終的にはですね、この手首のこの可動域ですね、どれだけ復活させるかなんですよ。なので、痛くても、こうやって曲げる。そして、押す。これをですね、最初はこんなもんかもしれません。こんなもんかもしれないんですけど、痛くても痛くてもこうやって無理のないところで、もちろん折ったりとかね、そういうのはもうダメですよ、もちろん。無理のないところでこうやって動かしていくしかないんですよね。ただこれをですね、やり続けないと、ここまで行くこともできないんです。で、なので、あくまでもこの可動域をですね、広く戻す、リハビリをしてください。僕はですね、こうやって気がついた時には、今でもそうなんですけども、やっぱ冬場なんか硬くなって痛くなるんですよね。こういった形で、手首をですね、曲げていって、これも左もそうなんですけども、もう、そつなく動かせるように、こうやってやるのもね、正直痛いんですよ、まだ。なので、体の柔軟のストレッチと一緒ですね。やっぱりこの柔らかさがどれだけ、腱、筋、筋肉が柔らかくなるか、柔らかくなって戻せるかっていうところなんですけども、僕はですね、さっきの動きに加えてこういった形でですね、少しでもこの手首を動かしていく。これですね、やらないと、本当にね、これ痛くなるんですよ。これやっぱキンペック病の方分かってもらえると思うんですけど、もうね、手をこうやって地面につくことさえできないんですよね、痛くて。で、その中で手術をして、ギブスをしますので、なおさらですね、これ固まるんですよ。これをね、いかに可動域を広くさせて、かついかにですね、この握力を元に戻すことができるか。今でもですね、右手でカバン、利き手が右手なんですけども、右手でカバンを持つのが疲れて、左手で持つようになっちゃってるんですよね。なので、握力もある程度はもちろんその30、40ぐらいかなぐらいまでは回復してるんですけども、昔みたく普通に4、50あるような握力ではないです。左手と同じぐらいの多分握力なんじゃないかなというふうに思います。なので必然的に同じぐらいであれば、こっちは怪我をしてますので、左手で荷物を持つっていうような流れになっちゃってるんじゃないかなと思います。気がついた時には右手に持ち替えて、
両方使うようにするんですね。やっぱりある程度使わないとダメなんですよ。で、僕がその手術をした時っていうのは、今からですね、遡ること、もう13年ぐらい前の話なんですけども、そこからですね、7年完治するまでかかってるんです。最初に、発見をしていただいて、その前にですね、発見してもらえない期間が1年ありましたので、合計で8年間ですね。で、1年経った時にキーンベック病だっていうのを発見されまして、そこから入院をして手術をしまして、そこから1年間、2年間、3年間、4年間、5年間、6年間、7年間、聖マリアンナ病院に通いました。手の外科です。まあ3年目以降はですね、1年間に2回ぐらいですかね、半年に1回定期検査をすると、いうような形で行ってました。なので実際はですね、まあ丸々もちろん7年間聖マリアンナにお世話になったんですけども、そのぐらい完治するまでには時間がかかる病気です。これね、もう一回悪くなってね、もう一回手術するとシャレにならないんで、なのであくまでも手術をした後は、定期的に病院にはもちろん行かないので、1週間に1回とか行かないじゃないですか。なので、あくまでもですね、自分で痛くなったら接骨院に行って電気を流してもらったりとか、ちょっとホットパックをしてみたりとかね、接骨院にそういうのがあるんですよ。こうやってセルフケアをですね、していくこと、あと自分でできる運動をリハビリとしてやっていくこと。僕は握力のこのバネのやつあるじゃないですか。あとゴムボールだったりとか。あと動かす、回す。あとですね、この両可動域。これがもう絶対大事だと思ってるんで、力の回復よりは、この可動域を元に戻す。今でもやっぱりこういう状況ですけども、これをですね、もともとはこうだったりこうだったりしたんですよ。ここまでやっといくようになりました。これをですね、どれだけ戻せるかっていうところがですね、今後のこの病気をですね、された皆様の、僕もそうなんですけども、皆様にとっても将来的にですね、不自由なく生活ができる一つのこれもう指標だと思いますので、床に地面をね、こうやってついて起き上がるのも含めてですね、痛くて最初そういうのができないんですよ。なので、痛くならないためにもですね、この手首の可動域を広げる、そこをですね、重点的に考えてみてください。ね、お金もかからずそこはできますので、気がついた時にはこういった形で動かしてみる、ね、こっちもこういった形で動かしてみる。柔軟体操するようなもんですよね。気がついた時にはですね、僕はこうやって常にやってました。やっぱね、やらないとね、本当にね、痛いんですよ。なので、やっていく。で、冬になるとそれはそれでまた痛くなるので、どん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 動かしていって、無理のないところでですね、動かしていっていただければと思います。それではまた別の動画でお会いしましょう。少しでもですね、役に立ったなと思うことがありましたらですね、グッドボタンをいただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。